こんにちは。システム組み立てチャンネルの大滝と新堀と浅沼と三角と馬です。じゃあ今日はこの4人と馬1頭でお話をしていきたいなと思ってるんですが、テーマはねの1本2本3本全てバックログについてお話をしてきましたが、今日はこの動画を振り返って、この3本撮ってみて各々ね話をしていないこととかいろいろバックロガーで助かったなみたいなことをバチャバチャ話す動画にしようかなと思ってます。もしこの動画を初めて見た方は、3本の動画あってこれからこういうこと話すんだよみたいなことのきっかけにもなってもらいたいですし、もし3本の動画をすでに見られた方は、その後のアナザーストーリーだっけ、みたいなイメージでこういう風な使い方もフライクしてるんだみたいなことを、なんかイメージしていただけたらなっていう風に思っております。今日の講師は俺だ俺はやるパターンもあるからいいっすね。覚えてもらってんの？はい。ありがとうございます。今日バックログについてみんなでわちゃわちゃと話をしてきたんですけど、先生から見て今日どうでした？やってみて。伝えれたなっていうのはすごくありますね。偉そうに喋ってましたけど、営業のとこも使わないし、マーケのとこも使わないしっていう。確かに。振り返りとか、その人たちってどんな気持ちなんだろうなみたいなのを考えながらできたので、なるほどなって思いました。確かに使わないんですよ、セールスマーケのところ、だし今まで機能的なところとかはちょこちょこ動画で話してましたけど、うちでこうやって使ってるぜみたいな話とかであんまりしてこなかったような気がするので、それがアウトプットできたのは良かったんじゃないかなと思います。結構ねあれ作った後使ってこれは嫌だとか、話をしてやっぱ初めアサナ使ってたし、アサナだったらできたのにバックログでできみたいな、元カノと今カノに対して元カノだったらこれしてくれてたのにみたいな文句を言ってる大滝さんね今カノが新堀先生みたいな感じのやり取りで、こういうふうにじゃないと使えないとか、ここ使いづらいしこれを最終的にお客さんに提供するんだったらこういったところは改造しないと僕話せれない、みたいなことを結構わがままを新堀さんに伝えながらできたっていう感じですね。確かにマーケコンテンツの動画でやってた内容とかってあれ実は結構最近じゃないですか、できたの。結構最近なのかな、4ヶ月3ヶ月前かな。今年そうでよねですすね。多分。ちょこちょこ使ってたものの都度回収してたんで、完成版になったのは確かにそうですね。そう動画がねだいぶ変わってきてて、前までうちショートって切り抜きだけだったんですね、30秒っていう制約があったんで、ただ3分までってなったんで、カップラーメン作りながら切れるじゃないですか3分だったら。ちなみにカップラーメン何が好きですか？カラカラウオ。知らんわ。今社員が言ってるやつでなんか世界一うまいみたいなやつ。そう、世界一うまいです。今年もまたいいのが出て辛め。三角さんどうでした今日の動画？カラカラ麺はもう違うそこはされな掘りされなくていいでしょ。しかもカラカラ麺じゃないし。カラカラウオですよ。間違えちゃダメですよ。どうでした今日聞いてみて？面白かったです。私4月の1日からフライクに入社させていただいたんですけども、前職でも使ってたんですね、バックログって。あ、そうなんですね。でセールスフォースも使ってました。でも連携してなかったから作業丸々手作業だったんですよね。マジですか？テンプレートを作るだったりとか、商談が成立したら課題を作るみたいなところが全部手作業だったので、こんな世界観だったらどんだけ楽だったかなみたいなのを多分見てらっしゃる方も多いんじゃないかなっていうふうに思います。スプシでもやってなかったんですか？コンテンツはスプシでした。メルマガのコンテンツいつローンチしていこうみたいなと全部スプシでやって。でもスプシで管理してるのって別にバックログと連携してるわけじゃないってことですよね。してないもったいねもったいないですよね。こんなことできるって、知らなかったって言った方がいいかもしれないですね。ちなみに今日新堀先生からそんな話はなかったんですけど、マイルストーンを設定できるんですね。でセールスフォース側のタスクから作るときにバックログのマイルストーンを作って自動的に生成をしてるんですね。なので動画ローンチ日とかブログローンチ日とかっていうのをマイルストーンで設定をしてしまって、セールスフォース側ではマイルストーンだけをダッシュボードで拾って見てるんですね、僕は。なので細かいタスクっていうのはもう現場に任せているので、細かいマイルストーンだけを見て、あれこのマイルストーンなのにうまく1週間前なのになんか報告来ないなと思った時に、その資料パートナーをつついたりとか、動画制作会社のそこにいらっしゃるけどに、初稿日上がってないですよとかっていうのを見てるっていう感じ
ですね。なのでマイルストーンも使うとより便利かなっていう感じですね。プロジェクト横断のマイルストーン管理って逆にバックログできなかったりして、できないです。なのでそれをセールスフォース化で見ないと、ね、2人はこう一つ一つのプロジェクトを注力するって話あったと思うけど、5プロジェクトだけど、ね、マーケコンテンツは20個ぐらい並行してるから、さすがに1個1個見たくないし忘れちゃうんですよ。むしろ忘れたいなので、セールスソースとバックログを連携することによって忘れて違うことに専念できるみたいなのはいいところかなって思います。じゃあ次、馬さん感想お願いします。ヒヒ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 って書いてある。なんでこっちが馬子になるこっちでしょ。タスクの認識齟齬がなくなる。コメントを活用して将来だね。確かに例えば進めている時にこの棒これ新堀さんお願いしますねって口頭で言ったとしても分かりましたって言うけど忘れてることもやっぱありますよね。あと譲り合いね、で右折しようと思ったら向こうもね左折しようと思った時にみたいななっちゃうのはタスクの衝突事故が起きちゃうんで。他なんか今のお馬さんのコメント機能を使ってこういうこと良くなったみたいなのあります？セールスソース関係ないんですけど、システムのプロジェクトってみんな大好き Excel の課題管理表、仮運用始まったぐらいから要望を上げていってねっていう課題管理表があって、取引先機能ペケペケがこうなってるのが嫌だ、名前みたいな、それに対してこう回収しましたって終わればいいんですよね。その後にいやちょっと認識が違っててっていうのを一つのセルの中に開業して何月何日シンボル書いて、それに対してまた上開業して何月何日朝沼みたいな、でも入らなくなってもう結果何やっとんねんみたいなのにめっちゃストレスを感じてたんですよね。ただバックログ入れるともう課題管理表いらんねえしから始まり、やり取りもそこの中でできるし、この件ですってなったら別に URL コピーしてポンって貼れば分かるっていうのはバックログ単体ですけど、コメントはすごく好きですね。ほら、めっちゃわかります。めっちゃわかる。おお、馬さんからも言われてる。でも多分そういうことだと思ってて、しかもこう1個のタスクの中でああしたいこうしたいみたいなのがコメントでやり取りしていく中で、あれなんかこの話もあったよねが出た時に、じゃあその課題の件は小課題作ってそっちでやりましょうかって分岐も別にできるし、みたいな感じのもうやり取りできて、なんかそういった何でしょうね、使い勝手の良さとか、なんかどこだって会話したらってがなくなる感じがめっちゃいいですね。しかも Excel だったらさ、その小課題違う課題だよねって言って下に記表をしたらさ、ここにさナンバーなんちゃらに移行って書くじゃん。間に入れるじゃん、全部ずれるじゃんみたいなのもなくなる。確かにね。Excel の場合ってことね。そうです。ちなみにさ、それを、バックログがなくてスラックでしましょう。コメントの機能だけだったら別にスラックでもいいじゃん。なんでスラックじゃダメなの？終わってるかが分かんない。完了したかどうか。そうです。一覧でも出ないですし、無理かなって思いますね。大馬さん、担当と期限、なるほどね。確かにそうですね。スラックじゃ無理ですね。担当はメンションすれば無理やりいけるけど、期限はもう無理ですよねとか、今週中のとか今日中のとかもう無理です。そう見る日によって明日って違うじゃないですか。あれ良くないですよね。書き方、期限よく切りましょうってね、社内のコミュニケーションでやってる。バックログの中に誰がいつまでにっていう機能があるから見れるし、でその人がちゃんとアサインされてたら自分のマイタスクで確認できるっていうのもいいところですよね。そうですね、確かに。あとあれですよね、なんかこれタスクだったのみたいなのがスラックだとありますよね。実はタスクを依頼したつもりだったけど、受け取った人はこれはタスクっていう認識ではなかったっていうことで行動を起こさなかったみたいなことも確実にこう記表してったら、もういつまでにやらないといけないっていうことが明確なので、そういったところは違うかなという。なるほど。僕使い方としてこれなんかフライックの最近ルールになってよかったなと思っているのが、議事録をバックログで共有するじゃないですか。で議事録を共有した時に、うちだったら AI アクションアイテムって言ってる、タスクですよね。それを議事録の中に書いた後に小タスクとして作っていってるんですね。でその小タスクを作る流度っていうのも、今のタスクじゃなくて将来発生するけど今は解決しようがないから覚えとこうねみたいなことで書いたりするんですよね。あれもすごくいいなと思ってて、プロジェクトが終わるタイミングとかでこのタスクってどうなったっけっていうのを議事録の中を見なくてもタスクだけ見れるみたいな、すごくいいなって、このセールスというか業務設計とかをやってる上で
それはすごく便利だなと思うんですけど、他は皆さんどういう風な使い方でいいなって感じたりしますか？コタスクの使い方。まとめれるのいいですよね。この打ち合わせで発生した課題ですとか、この機能に関する付随のものですとか、コタスクいいですね。なるほどね。取引先がメインと親タスクとしてあって、コタスクに細かいことを言ったりとか。そうですそうです。それこそさっき沼ちゃんが言ったような、これはちょっと付随した枝の課題だから別のとこで管理しようねってなった時にそれをこうつなげておけるとかっていうのはすごくいいですね。あと私は、保守を結構メインで業務でやってるんですけど、お客さんと1個のバックログでお客さんから批評をいただいて、でそれに対してコメントしたり、回収しましたとか依頼とかっていうのをやり取りしてるんですけど、その時も、お客さんから彼らの批評をいただく、こういうことをしたいですっていただいた中で、これしなきゃいけない、あれもしなきゃいけないっていうふうに1個のお客さんの希望からいくつかタスクが生まれたりするんですよね。そういった時も、課題っていう形でこれをやらなきゃいけない、浅沼これをやらなきゃいけない、でその時は開発者がやらなきゃいけないだったら外注の開発者さんとかを担当者に入れてみたいな形で、それぞれのタスク3つ生まれた、これは誰がやらなきゃいけないみたいなものを、ちゃんと切ってできるっていうのはすごいいいところですね。あえて質問なんですけど、はい、お客さんが一つの課題の中にたくさん入れちゃったらどうするんですか？その時には私の方でそれぞれ課題なので小課題として分けて立てましたので、この件はこれお願いしますみたいなものをその親課題の方でお客さんに伝える感じでしてますね。でそれぞれで会話とかコミュニケーションを行っていく。でも種別でやってない？種別批評するときにさ、左上にさ、バグとかさ、はいはいはい、します項目の追加とか、あれテンプレート化できるじゃん。なるほどなるほど。項目の追加って選んだ瞬間に説明のところにバッてテキストが入って、ここにだけお客さん入れてねみたいなのでだいぶできるんじゃない？確かに、なるほどなるほど。そういう風にやってます。なんですけど、なんでしょうね、こういうざっくり長文でこういうことがしたくて、ああいうことがしたくてみたいな感じでレッドされると、後でこっちでバラしてあげる必要があるみたいなのがやってますね。じゃあ新森さん。はい、ありがとうございます。細かい機能ですけど、マークダウン形式で書けるっていうのは私すごく好きで、やっぱ平文書かれちゃうと分かんないじゃないですか。それをちゃんとこう、なんていうんです？なるほどね。箇条書きにしてくれたりとか、テーブルも書けるし、なんかこれ違ったら上からピッて横線引いたり太字にしたりとかっていうのはすごくなんか細かいとこですけどいいな、ユーザーライクだなって思いますね。これは考え物なところもあるなと僕思ってて、私たちはそれができている気がするんですけど、お客さんによってはどうやってそれやるねんみたいなところもあるので、これ私がもしやってるからですか、引用タグとかあるじゃないですか、あれをなんか1回使っただけなのにそっから先の文章全部引用のあれがかかっちゃってどこに対してのコメントやねんが分かんなくなることもある。それさ思ったんだけどさ、ウィキをちゃんと使った方がいいかもね。ウィキを使ってノーションの中に使い方マニュアルみたいな、バックログのそのマークダウンの書き方マニュアルみたいなのを作ってしまって、困ったらウィキを見てくださいみたいな誘導した方がいいかもしれないですね。そうですね。そうですね。あとは画像とか動画とか。そう僕ね、画像はね、あれもうめちゃくちゃ見やすいなと思ってて、スラックの場合って添付画像ですって言ったら全部下に入っちゃうじゃん、じゃなくてコメントの中に写真1についてコメントします、写真2についてコメントしますって、あれはめちゃくちゃいいっすよ。めっちゃいいっす。やばいっすね、あれ確かにすごいいいっすよね。そうそう、めっちゃいい。なんかマニュアル作るまでもないけどこの操作でやってねみたいなものを画像2枚とか3枚ぐらいのレベルだったらもうあそこの中でやりたいんですよ。バックログの中で1番なんちゃらかんちゃらして画像を貼って2番なんちゃらかんちゃらしたら OK ですっていうのがなるほどね。エクセルとかだったらさ、別シートで説明しますみたいな、あれ意外とめんどくさいですよね。めんどくさいんですよ。エクセルの場合に嫌だなと思うのがさ、勝手に消しちゃうじゃん、でもさ、自分でコメントしたのは他人に消されないじゃん。あれは意外と便利かもね。当たり前だけど、そのシステムだったら。しかもあれ編集、自分も編集できるじゃないですか、あれ編集したら全部下に差分出るんですよ。出ますね、バックログはね。シンボリが何時何分に編集しました、もともとこうだったのがこうなりましたって出るので、本当エビデンスを隠そうとできない。コメント削除してもこのコメント削除したって出るので、あれはね、本来あるべき姿だよね。確かにエクセルの課題管理表だと途中どっか消されたら分かんないかもしれないですね。そうだし、我々だとね、言った言わないとかね、前これ依頼してましたとかね、いや消しとるやんみたいなのはなくなるかな。ですね。まるっとなくなってたら気づかなくてしまう。そうですね。この動画多分ね、ルーラバさんもね見てくださってるんですよね。よくX とかでリツイートしてもらってるので、なのでバックログこういう風な機能があったらいいなっていうのをちょっと
話をして終わりたいなと思ってるんですけど、あげるねーじゃあ三角さんいじゃあはい自分が依頼をしたタスクの一覧が見れるフィルター画面が欲しい。欲しい。自分のタスクって自分のところでマイページがあるじゃないですか。自分が依頼したものが今どうなってるのかっていうのは実はカスタムフィルターであれ作れるんですよ。へーただ結構こうポチポチしていかないとそのフィルターって作れなくて、それが最初からあると投げっぱなしっていうのがなくなるんですよ。いやそれわかる。欲しい。すごいすごい確かに。すごいいいでかい動画。確かに。じゃあ次馬さん行きましょう。プロジェクトを横断的に見れるようにしてほしい。はひーはひーはいはい確かにね。これぜひやってほしいですよね。そうですね、これしてくれたらセールスフォース使ってない人たちもバックログ使えるああですね。確かに確かに、そっかそっか。僕最近ね人に言われてねちょっとねイラッとしたお話があって、バックログでできることってノーションでもできますよねって言われた時にそれ言い始めたらキリないじゃんと思ってて、だからバックログでやるタスクを全部ノーションで管理しましょうって言われた時にいやそれ違うじゃんって思ったんだけど、確かにノーションでできないこととバックログでできないことは横断してみると両方ともできないので同じと思われがちだけど、バックログやっぱ見栄えもいいしコメント機能もちゃんとあるしバックログしか使っていないユーザーもいるのでそこはできるようになるといいですよね。私おい沼ちゃん担当者ちょっと複数に割り当てられるようにしたい。わかるかも。プロジェクトだと基本的にこの人に依頼で終わるんですけど、それこそマーテコンテンツ系だとみんな見といてねだけど担当者1人にしか割り当てられないってなった時に、こう今なんかたらい回しみたいな感じで浅沼シンボルみたいなのしますけど同時に見てもいいじゃないですか。でもその担当者っていうのでやっぱ軸で見てるので同時並行みたいなのはできないって感じだよね。そうですそうですそうです。直列みたいになっちゃうね。そうそうそうですそうですそうです。なるほどね。これですかね。でも最近思った感じですねこれは。わかる。強いて言うならこの前お客さんに言われたのはコメントにコメントできるようにしてほしい。議事録共有するじゃないですか。それのフィードバックがめちゃめちゃしづらいらしくて、だけに結局クイップでやってたんですね。なるほどね。クイップみたいにビビってアンダーラインコピー選択してこれに対するコメントこうですよみたいなのができるようになるといい。引用していくのがめんどくさいからって感じか。そうですね。っていうことは議事録とか共有するときにもう一つウィキのページみたいなのが立ち上がってそこでコメントができるようになったら楽だね。そうなんかノート機能みたいな。そうそれで言うとボックス連携もめっちゃチープなんだよね。入るだけじゃん、ボックスの URL というか、確か一回使ってみてダサいからいいやと思って使わなかったんだけど、結局僕はウィキの中でボックスの URL を書いてるけど、できたら iFrame で表示してくれると嬉しいなって思ったりもする。込んでくれるといいですね。今日の動画はここまでです。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。3本ですね、動画を上げましたので、ぜひこちらの動画も見てください。忘れずにいいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。今から5秒後に新堀先生がこちらのカメラでしっかりと締めてくれますので、5、4、3、2、1。バックログ、天才的な紙ツール。全然違うじゃん。お後がよろしいようで。よろしいようで。次の動画を吹くまでお楽しみに。バイバーイ。